こんにちは、ミッキーです。今回は渋谷青山非日常空間カフェ6選としてご紹介していきます。東京屈指の繁華街、渋谷。渋谷というと一般的にはスクランブル交差点や109のイメージが強いかもしれませんけれども、あくまでそれは渋谷駅のこと。実は今回紹介する青山エリアや神南エリアに足を運ぶことで繁華街のイメージをいい意味で覆すような一息つける大人な空間があります。今回はそんな繁華街にありつつも居心地の良さすら感じるようなカフェをピックアップしてみましたので、少し早く起きた日の朝や渋谷で買い物をする前のひととき、買い物を終えた後夕食までのちょっとしたひとときに過ごす場所として参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはクリントンストリートベーキングカンパニーというお店です。世界中からお客さんがやってくるニューヨークの人気店が東京にオープンしたカジュアルレストランで、ニューヨークナンバーワンに認められたパンケーキが有名です。2001年にブルックリン育ちのシェフニールとパートナーのディーディが街の小さなベーカリーカフェをオープンしたことから始まっています。近所のお客さんがおしゃべりを楽しんだり PC で仕事をしたりする街のオアシスのような場所だったということです。ある時ニールさんのパンケーキがニューヨークの新聞から最高評価を受けます。そしてお店には国内だけではなく世界中からお客さんが訪れるようになった、そんな名店だとのことです。どんなにお客さんが増えようとも忙しくなろうとも大切にしたいことは変えない。どんな親しみのある料理であってもできるだけ地元で採れた最高級の材料を使い、たっぷりと愛情を注ぎ込んで手作りするアメリカンクラシックであることをずっと大切にしているとのことです。食べログカフェ100名店2022にも選ばれた南青山のこちらの店、外観が赤白のポップなカラーであることも特徴的です。赤い壁に大きなガラス窓、白地で店名が書かれたモスグリーンの看板が目印になっています。ご覧のように中に入りますと大きな窓から注ぎ込む暖かい太陽の光を取り込みつつ、グリーンの壁に木でできたテーブルと赤いチェアが配置されているのが1階、そして2階に登りますとこうした開放的な空間の中でやはり大きな窓から差し込む光がとても暖かくて心地よいです。また所々にアメリカンな雰囲気を感じることができますので、そういった部分も海外らしさを感じることができるような大人な空間になっています。提供されるメニューは定番のパンケーキからサンドイッチ、ワッフルやエッグベネディクトなどもありまして、どれもとても美味しそうです。ドリンクのご紹介をすると手絞りのフルーツジュースやコーヒー、オリジナルジンジャーエールや自家製レモネード、ワインやビールなどのアルコールを楽しむこともできるのがこちらのお店です。今回の注文の中ではパンケーキやエッグベネディクトをご紹介していきますけれども、実はビスケットが有名なのもこちらのお店。先ほどご紹介しましたニールさんのビスケットは特に有名だとのことです。ニールさんはニューヨークのブルックリンにルーツを持っているおかげで、ランディーズさんと言いますサクサクのバターミルクビスケット目当てに長い行列ができることで大変有名なレストランにてその腕を磨いていたとのこと。そんなランディーズというレストランは16年間休業してしまったとのことなんですけれども、その後1995年に営業を再開した際、ニールさんがエグゼクティブシェフとして在籍したとのことです。そんなニールさんですけれども、かつて有名だったビスケットを再現するということがミッションになっていまして、書き残されたレシピこそなかったものの、ニールさん自身の記憶をもとにそのビスケットを再現したとのこと。なのでかつて行列ができていたビスケットの味を体験するというのもこちらの店の楽しみ方かもしれません。もちろんビスケット以外にもマフィンだったりスコーンも同じようなベーキングの技術を使っていますので、十分に楽しむことができるかもしれません。さてこの日ですけれども、注文したのはモーニングドリンクセットというもの。9時から11時までの2時間限定なんですけれども、おすすめメニューのパンケーキミニサイズを選ぶことができ、エッグベネディクトもついていきます。ちらっと見た感じだと小さいように感じる方もいるかもしれませんけども、結構ボリューミーな感じになってますので、十分に朝ごはんとして満腹感を味わえるかなと思います。またご覧のようにカットしていただきますと、トロトロの半熟卵にたっぷりチーズが絡まってとても美味しい様子が伝わってくるかなと思います。さてこちらはパンケーキのミニサイズ。
選ぶことのできますパンケーキは全部で4種類。プレーンとブルーベリー、チョコレート、そして今映していましたバナナとくるみになっています。こちらはブルーベリーのパンケーキになっていまして、また違った味わいを感じることができます。標準でついてきますメープルバターが絡み合って、こちらもとても美味しいです。パンケーキは3枚重ねになっていますので、ミニサイズといっても結構大きさも十分になっています。特にこちらのブルーベリーパンケーキは、先ほどご紹介しましたニューヨークマガジン誌で2度も最高の評価を得ていまして、ニューヨークオブザーバー誌からはありきたりなものは何一つないと評価されていたとのことです。パンケーキに関しましては季節限定のメニューもございまして、この日はバレンタインの季節だったので、チョコレートにまつわったパンケーキが提供されていました。3月には柚子のパンケーキが提供されていたんですけれども、おそらく4月になりますとまた違ったパンケーキが提供されるかと思いますので、ぜひ実際に足を運んでみてその味を体験してみてほしいです。ちなみにお店自体は予約が可能。今回私は予約のことを知らなかったので普通に訪れて結構待ったんですけれども、おそらく常連さんであろう方々は事前に予約していただいて訪れていたので、本来は予約をして訪れるのがおすすめなのかもしれません。時間帯的にはモーニング、ランチ、カフェタイム、ディナータイムと4つに分かれて予約することができますので、ぜひ確認していただいて確実に訪れてほしいです。続いてご紹介しますのは、ブルーボトルコーヒーの渋谷カフェ。公園の中にありますブルーボトルコーヒーは世界初の店舗になっています。ブルーボトルといえば焙煎後の鮮度にこだわったとっておきの一杯が魅力。そんな一杯をいただきつつ空間としても楽しめるようなリラックスできる空間です。こちらは本当に渋谷なのかと疑うほど静かな空間になっていまして、公園自体が緑に囲まれています。木の装飾と大きなガラス窓が特徴的な2階建ての店舗は2021年4月にオープンしているとのことです。建物の周りにはおしゃれなベンチもバランスよく並んでいまして、天気が良い日には外でゆっくりカフェタイムを楽しむというのもおすすめかなと思っています。もちろんテイクアウトも可能なので、テイクアウトしていただいて渋谷まで歩いていただいたりというのも個人的にはおすすめしたいです。ブルーボトルコーヒーといえばアメリカのオークランドで始まった店舗なんですけども、コーヒーマニアで音楽家のジェームス・フリーマンという方がほとんどのお店に新鮮味を感じず、ローストが深すぎるコーヒーばかりが提供されていることにうんざりしていたとの背景があります。そんなコーヒー文化を変えたいと小さな焙煎機を買って焙煎したてのフレッシュな豆だけを売り始めたのがルーツになっています。一方で日本の喫茶店文化としましては、自家焙煎という形で店舗ごとに焙煎を行う文化はあったとのことなので、そんな日本の文化に感銘が受けたとの噂もございます。そんなこだわりがあったフリーマンさんだからこそ、買ってくれた方々にはフレーバーが最も美味しいピーク期間に飲んでほしいと必ず伝えるようにしていたとのことです。ブルーボトルコーヒーは過去に新宿編だったり横浜編、銀座編や群馬にある白屋ホテルの店舗をご紹介してるんですけども、どこのブルーボトルに行っても全く雰囲気が違うというのも個人的に好きな理由になっています。今や世界中にファンがいるブルーボトル。お店の中は白い壁と大きなガラス窓に木のテーブルというシンプルなインテリアになっていますので、そういったところも大人向けかつ落ち着けるような空間を演出してくれているのかなと思います。店舗の外装や内装はもちろんのこと、インテリアにもこだわっています。丸テーブルやカウンター、そしてゆったりできるソファー席もありまして、用途に合わせて自由に場所を選ぶことができますので、この日も結構余裕があったということもありまして、私自身席選びに結構迷ってしまいました。そしてもちろんブルーボトルの新鮮な豆の販売も行われていますので、お土産用にも買っていただいてほしいです。またこちらのブルーボトルコーヒーはフードメニューが充実しているのもおすすめなポイント。メニューはシンプルですけども、素材にこだわった選択肢がたくさんあります。オリジナルのチーズサンドやグラノーラ、ブリックチーズケーキや季節のパフェ、そしてワッフルプレートもございます。コーヒーと合わせて気軽にクッキー、パウンドケーキやスコーンをいただくこともできます。さて、そんな中、この日にいただいたのは朝の時間に人気のブランチプレートコンプレというものです。ブルーボトル自体は朝8時からやっていますので、私もこの日は仕事前の朝活で訪れたんですけども、モーニングとしてこちらのプレート頼むのはとてもおすすめです。ワンプレートに季節のグリル野菜と塩とオリーブで味付けをしたもの、平飼い卵のゆで卵、カリカリベーコンの横にふんわりとした甘みと香ばしい香りを感じられるお食事にぴったりのワッフルも添えてくれています。ぜひお試しください。
続いてご紹介しますのは、ゼブラコーヒー&クロワッサン渋谷公園通り店になっています。ついさっきご紹介しましたブルーボトルの渋谷カフェからも近い場所にありますので、この辺りを訪れる際は2つとも見ていただいて、気に入った方でゆっくり過ごしていただくというのもおすすめですし、もちろんはしごをするのもおすすめです。ゼブラさんは忙しい日常や都心の喧騒から離れて、公園の緑に囲まれた静かな空間でボリュームたっぷりのクロワッサンとコーヒーをいただけるカフェです。旅先で日常から離れたことを伝える五感のスイッチが切り替わるような場所を東京近郊にも作りたい。そんな思いで相模原の津久井湖畔に誕生しました。その後、神奈川県を中心に店舗展開をしていたんですけれども、2021年3月に東京渋谷にもついにオープンしました。公園が目の前にありますマンションの1階にありまして、黒い壁に白いロゴのコントラストが印象的な外観になっています。扉を開けますと、モノトーンと木材を生かした落ち着いた雰囲気の空間がコーヒーとクロワッサンの幸せな香りでいつも満たされているとのことです。もちろん店舗で魅力的なのはコーヒー、そしてクロワッサン。ボリュームたっぷりの大きいクロワッサンはフランス産の小麦を 100% 使用し、無生成のきび砂糖、地中海産の塩、北海道産のバターをしっかり使ったこだわりの一品になっています。コーヒーとシンプルなクロワッサンの定番コンビはもちろんのこと、生地を生かしたシナモンロールや自家製クリームパン、エビタルタルなどのクロワッサンサンドやクロワッサン生地にフルーツが練り込まれてメープルシロップに浸していただくクロワッサンプリンというものもございます。ちなみにこの日はクロワッサンプリン売り切れだったので、どうしても食べたいという方に関しましては朝一で訪れるのがおすすめかもしれません。コーヒーは最高品質の木豆を世界中の産地から取り寄せてお店の中で焙煎した新鮮なものを使っているとのことです。この日に注文しましたのはこちらのクロワッサンとカフェモカ。外はサクサクでしっとりしているクロワッサンはボリューム満点なのにもかかわらず美味しく軽い食感で意外と食べてしまうことができました。そしてカフェモカはたっぷりの大きめのカップに入っていまして、少しずつ楽しみながらゆっくりと時間を過ごすことができます。そしておすすめの食べ方はこちらのクロワッサンをカフェモカにディップしていただいて食べるという方法。カフェモカだけでもクロワッサンだけでも楽しめますけれども、こういったペアリング自体もとても楽しめますので、ぜひ試してみてください。続いてご紹介しますのはバイミースタンというお店です。レトロアメリカンな雰囲気の店内で癖になるオリジナルメニューのグリルドチーズサンドイッチをいただくことができるカフェです。アップルチークス、ブルーマンデー、どちらも人気メニューなんですけども、ここにしかないオリジナルメニュー、チーズ、お肉、さらにはフルーツを組み合わせてサンドするパンも具材によって変えているというこだわりようです。アップルチークスというメニューはオーナーさんがニューヨークを旅した際に偶然出会ったサンドイッチとのこと。食べた瞬間に一気に心をつかまれたとのことです。今ではこちらのバイミースタンドさん、横浜や韓国、沖縄にもお店をオープンしています。お店の外観は緑と白のストライプ模様の屋根が特徴的。扉を開けて中に入りますと、クラシックなアメリカンダイナーさながらのおしゃれな空間も広がっています。ペッパーグリーンの壁に飾られますポップなデザインのポスターはお店のオリジナル。流れている音楽もヒップホップな雰囲気でとてもおしゃれです。個人的におすすめなのはモーニングメニュー。朝8時から11時までの提供になっています。モーニングメニューも複数種類あるんですけれども、この日に注文しましたのはこちらのブレックファストプレート。朝ごはんに嬉しいちょうどいい焼き加減のトーストと半熟卵の目玉焼き、カリカリに焼かれたベーコンとじゃがいもを千切りにして鉄板で焼いたハッシュブラウンポテトがワンプレートに贅沢に乗っけています。食べ方はもちろんお好みで、トーストの上に目玉焼きを乗っけていただいて挟んでいただくのもよし、ベーコンやハッシュブラウンポテトと一緒にいただくのもよし、様々な食べ方で味わうことができます。そしてコーヒーはおかわり自由になっていましたので、そこもコスパ良くて嬉しいポイントでした。続いてご紹介しますのは喫茶サテラ。
昭和レトロと新しい価値が程よくブレンドし、自家製プリンが自慢のおしゃれな喫茶店になっています。48年続いた老舗喫茶店、青山茶館が閉まってしまいそうだった時に、このお店をなくしたくないと常連客だった今のオーナーさんが2020年10月にそのまま引き継いだとのことです。大きな喫茶の文字が書かれた看板、雰囲気のありますカウンターや食器棚はそのまま残しまして、入り口にあった装飾の入った柱は一部のテーブルの足に再利用したとのことです。特徴的なのは営業時間で、木曜日は朝早く、金曜日は夜遅くまで営業しています。背景としましては Wi-Fi や電源をつけることで出勤前のパワーチャージや仕事終わりに一息つけるような工夫だとのことです。そういった形でかつての雰囲気を残しながら幅広い世代が気軽にお店を訪れられるように工夫をしています。ちなみに写真撮影等を立ち上がって行うことは禁止だとのことなので、その点はご注意ください。さて、飲食系のメニューはもちろんのこと、世界的に有名な洋食器メーカーのりたけの素敵なお皿やカップでいただけるところもおすすめなポイント。食事やコーヒー自体の味はもちろんのこと、そういった見た目からも楽しめるような店舗です。この日に注文しましたのは、看板メニューのクリームチーズと練乳を使った自家製プリン、王道のメロンクリームソーダ、そしてブレンドコーヒーです。メロンクリームソーダはメロンシロップを炭酸で割って真っ白なバニラクリームと赤いチェリーを添えた一品。こちらの自家製プリンは弾力と重厚感を感じる見た目な一方で、一口食べるとクリームチーズと練乳のまろやかな甘さとちょろっと滑らかな口当たりがやみつきになりそうです。そしてこだわりのブレンドコーヒーに関しましては、過去に新宿編や池袋編でご紹介しているオールシーズンズコーヒーで焙煎された豆を使っているとのことです。そして最後にご紹介しますのは正蔵東京ストアカフェ&グロッサリーです。ふと思い出して足を運びたくなるコーヒーと焼き菓子が美味しく居心地が良いカフェになっています。建物の1階に可愛らしい雰囲気の小さいけれども開放感のあるテラス席があるお店として知られています。お店のロゴでありますモノクロの象の看板が目印。栃木の那須高原で始まった人気のカフェなんですけれども、こちらの東京の青山にコーヒーショップもオープンしています。中に入りますとほっこりできるようなナチュラルなインテリアで、たくさんの種類の焼き菓子やグラノーラ、手作りジャムなどが並んでいます。ふらりと立ち寄りつつ気軽にお茶時間を楽しんでほしい、そんな雰囲気の空間は普段使いにもぴったり。一杯ずつ丁寧に入れていただく、毎日飲んでも飽きのこないたっぷりのマグカップに入ったコーヒーやカフェオレも抜群です。そんなコーヒーの相棒としておすすめしたいのが焼き菓子。象の形をしたクッキーやほろ苦さがたまらないキャラメル、甘露煮がたっぷりの栗、レモンのパウンドケーキもあります。定番のマドレーヌやショートブレッド、そして一番人気はこの日もいただいたスコーンです。イートインで注文しますとスコーン自体温め直してくれますので、表面カリカリ、中はふんわりの温かい状態で出してくれます。この日もスコーンを購入したんですけれども、スコーン一つはテイクアウト用に、もう一つはイートイン用に分けてくれることもできましたし、イートインでいただく分だけ温めていただくといった心遣いもしていただきましたので、そこもとても嬉しいポイントだったかなと思います。またクッキーのパッケージとか、あとはその包装自体もとても素敵だったので、お土産に買っていただくための用途としてもおすすめかもしれません。実際にこの日も訪れたお客さんの半分くらいはテイクアウト用のお土産を目的として訪れていたようでございました。ちなみにお店のインスタグラムでは1ヶ月ごとに各種商品の入荷日がご紹介されていますので、ぜひ参考にしていただいて一番新鮮なタイミングを確認していただくというのも個人的にはおすすめの楽しみ方かなと思っています。3月からは春のお菓子も並んでいたようでございますので、ぜひとも訪れていただいて実際にその商品を試してみてほしいです。さてこちらこの日いただきましたホットコーヒーと豆乳全粒粉スコーンになっています。豆乳全粒粉スコーンに関しては甘すぎずペロリといただけるところが個人的に好きなポイント。焼き菓子以外にもコーヒー豆の販売もありましたし、コーヒーはドリップバッグとしても販売もありましたので、ぜひコーヒーと焼き菓子を組み合わせていただいてお土産用に買ってみてほしいです。以上、今回は渋谷青山非日常空間カフェ6選としてご紹介しました。今回ご紹介したクリントンストリートベーキングカンパニー、ブルーボトルコーヒー、ゼブラコーヒー&クロワッサン、バイミンスタンドに関しましては朝早くからやってますので、朝活としてもおすすめです。
また、最後にご紹介しました正蔵さんなんかはお土産用としてもおすすめになってましたので、もし渋谷に訪れる際にお土産に困ってしまった際の選択肢としても選んでほしいです。過去にご紹介しました渋谷の店舗は、道玄坂通りだったり、スクランブルスクエアだったり、宮下パークといった新しい施設だったんですけれども、新しい施設とは少し関係ないけれども、そういった話題の場所だけではない、新たな魅力を探すというのもカフェ巡りの楽しめるポイントかなと思っています。ぜひ他の動画等も組み合わせていただいて、ご自身の一番のお気に入りの店舗を探してみてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。